こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今日は東京在住の鳥サポが栃木まで行ってきたのだ。一人でスタジアムグルメを4500円使ってるから最後まで見てね。どうも投稿者です。今回は新宿経由でスズメの宮駅まで向かいます。今回は乗り換えが1回で済むから楽な移動ね。移動時間は片道2時間、交通費は2200円となります。湘南新宿ラインにはグリーン車があるから乗る。そんな贅沢はしません。前回の藤枝と清水のアウェーも都内から新幹線を使わずに私鉄と東海道線で遠征していたもんね。前から思っていたけど、中の人の移動に対する考えがおかしいのだ。それで移動中は何をしていたのかしら。今回は歩くのがもっと楽しくなる旅ノート散歩ノートの作り方を読んでいました。この動画もサッカー見ておしまいだけではなく、アウェー先で行った場所や食事した場所も紹介するから、動画作成にとって良い参考になるわね。そんなことよりメタン、前節大分は鹿児島に 3-0 で完勝したのだ。そうね、目的地に着くまでトリニータの話でもしましょう。大分は左右にパスを揺さぶっていたのだ。結果として鹿児島のマークをずらさせて、大分はクロスを上げやすい環境にしているわね。先制点では達川選手の右足から長澤選手がヘディングで決めたのだ。達川選手は前に運ぶと見せかけて鹿児島のプレスを回避しつつ、利き足ではない右足から良いクロスが上げられたのはお見事ね。こっち見て。香川選手がボールを前に持ち運んだ後も前に走り込んで鹿児島の選手を釣り出しているのだ。達川選手のクロスをお膳立てしたのも香川選手のおかげね。だから長澤選手がゴールした後に香川選手に喜びに来ているのだ。香川選手は清水戦で孤立したシーンを何度か見たから、今回のような左サイドからのチャンスメイクができてよかったわ。それから今年はセットプレーに変化が現れたのも見ものよ。大分の追加点ではショートコーナーからの崩しだったのだ。弓場選手のシュートが相手に当たっちゃったけど、最後は渡辺選手の爪で冷静に決めてきたわね。去年はどのセットプレーもニアかファーかでボールを放り込んでいたのだ。セットプレーに選択肢やトリックプレーがあるのは面白いわね。去年1年間栃木 SC に在籍していた竹中コーチの加入も影響があると思うわ。栃木は去年木崎前監督が竹中コーチの攻撃指導の参考になったエピソードもあるのだ。大分も攻撃にはあと一歩というところで、竹中コーチの存在は大きいと思うわ。スズメの宮駅に着いたのだ。駅の地下通路を歩いていくとバスロータリーが見えるわ。じゃあここでスタジアムに行くシャトルバスに乗り込むのだ。栃木サポと分かるとボランティアの人が頑張ってねと声をかけるのが和むわね。停留所に着いたけどスタジアムまで5分くらい歩くのだ。道中には高校野球の会場でも使われる野球場や栃木ファミリーランドという遊園地もあるわ。スタジアムに行くと右手にジェットコースターも見えるのだ。どうも投稿者です。ジェットコースターはもう十分です。実は関石スタジアムに着いた際に自転車の鍵をなくした投稿者です。自分語りはどうでもいいのだ。ということでスタグルをパトロールします。ホーム側スタジアムの入り口付近にワンポンドカットステーキというのに目が留まります。スタグルでも高い方になるわよ。ここは迷わずにワンポンドカットステーキ 450g 3700円を一括購入。一括購入以外にあるんか。こっち見て。じゃじゃん、ほらこれすごいでしょ。何ですかこれ。パンです。パン。今回はご飯200円とハイボール600円もオーダー。お腹空きすぎだろ。効率と大胆さを鑑み白米をステーキの上に乗せました。アウェー側に入場する150メートルの間を肉と白米の重みが袋越しから伝わります。上には白米、中間にステーキ、下にフライドポテトと三位一体、ニンニクとコク深いまろやかなソースが白米とポテトに染み込んで食欲の相乗効果が抜群です。ステーキはミディアムレアの赤身肉で噛み応えのある焼き加減となっております。ハイボールを入れることで口直しができ、そして肉を食らう今季の目標であるシームレスな展開が栃木の客席で繰り広げられています。スタグル関係者さんは今すぐいいねボタンを。腹ごしらえも済んだし、栃木 SC の話をするのだ。今回対戦する栃木 SC は2勝3敗の結果よ。ホームでは横浜に勝ってアウェーの秋田戦では完敗しているのだ。監督は田中誠監督でヘッドコーチには金沢で指揮していた柳下コーチよ。そういった意味では栃木との試合は未知数なのだ。それじゃ栃木 SC の試合について触れていきましょう。栃木は横浜戦で左サイドからチャンスメイクをしていたのだ。大分は野竹選手を中心に対峙していくから栃木をサイドに、
ボールを展開させて中央のセンターバックは中に絞って守備した方が良いと思うわ。それじゃ大分のサイドが栃木にスタスタにされてしまうのだ。栃木はクロスボールを放り込むから、そのクロスボールに準備していきたいのよ。クロスを上げられた後、セカンドボールの回収は大分が上手だから、回収してからの展開も見ものではあるわ。そのセカンドボールにおいて秋田は栃木に主導権を握らせなかったわ。秋田の吉田監督は守備と走力に比重を置くから、戦術にはまったところもあるのだ。栃木はガチガチに守るけどボールを弾き返してからディフェンスラインを押し上げないから攻め込まれた状態になっているわ。弓場選手や中川選手がボールを回収して展開していきたいのだ。もうすぐキックオフなのだ。今日の注目選手は誰かしら？今日は長澤選手に注目するのだ。今年に再契約してリーグ戦では3得点を挙げているわね。このままのペースなら得点王も狙えるのだ。長澤選手の再契約もそうだけど、ゴールを挙げてチームの勝ち点に貢献しているのは大きいわね。しかも長澤選手の背番号は93番なのだ。小学生の頃に所属していたサッカークラブでつけていた背番号ね。最初は何かの入力ミスだと思っていたのだ。ちゃんと数字に意味があって背番号をつけているのもかっこいいわね。それじゃ試合終了まで守るのだ。変な負け方をしたのだ。この試合ではシュートを打てば何かが起こるってことを実感したわ。セカンドボールも拾えてるし、チャンスも多く作ってたのによくわからないのだ。大分は栃木をよく研究して試合に入っていたのは伝わったわ。でもチャンスを多く作ってもゴールにならなければ結果が伴わないわね。って考えるとアタッカー陣はもっと頑張ってほしかったのだ。大分はパスの長短やサイドと中央の攻撃の使い分けがあって攻撃の選択肢が見れたのは良かったけど、栃木には大分にも所属して吉坂コーチの教え子でもある丹野選手のセーブやポジショニングが良かったのもあるわね。巣立った後もコンスタントに結果を残し続けるすごいキーパーになってしまったのだ。失点においてはシュートコースが変わったり足が滑ったり予想外な出来事からの失点だから歯がゆさもあるのだ。大分の試合スタッツが良くてもボールダッシュできてもチャンスを作れても勝てないのがスポーツでもあるわね。でも今日注目していた長澤選手はこの試合で4得点目なのだ。 PK での得点だけど90分間戦えるし守備のために自陣までボールを追いかけたり攻撃においてはターゲットだったりおとりにもなるから本当に頼もしい選手ね。長澤選手には J2 リーグの得点王として頑張ってほしいのだ。次の試合に向けてよろしくお願いします。ありがとうございました。それじゃ帰るのだ。次回のアウェー先はどこかしら？次回は4月3日の群馬のアウェーに行ってくるのだ。平日の夜に行われるのよね。今回は午前に群馬に行って観光してから試合を見るのだ。年度初めに有給が使えるとか羨ましいわね。皮肉っぽく言うのはやめるのだ。とはいえどういったルートで観光してからスタジアム入りするのかも興味深いけどね。とりあえず前橋駅にスタジアム行きのバスがあるからそれで移動する予定なのだ。要は日中は観光してから前橋駅に行くのね。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうなのだ。次回の観戦記もお楽しみに。